こんにちは。今日はプルオーバーを作っていきます。簡単にイメージを変えることができて、とても楽しいプルオーバーです。よかったら試してみてください。その際は高評価と登録とベルマークをにしてください。今回使う糸はダイソー産のリサイクルコットン 100%。色はホワイト。細いもので 40g で96メートル。使用界隈の目安は6号。これを今回8号で編んでいきます。あとはマーカーととじ針。それと今回ボタンを何個か使います。これは少し大きめの方がいいと思います。これでサイズはだいたい 2.5 ぐらい。これを何個か用意します。作り方を説明します。まず細長い長方形を作ります。鎖を編んでこの向きに編んでいきます。これを2枚作ります。でこの一方を縫い合わせて、もう一方はこの状態のまま、これが身ごろになります。最初の鎖の数について、私は今回鎖を122編んで、だいたい長さは95センチ。これはだいたい女性ものの M か L ぐらい。サイズの変更や違う糸で編む場合は3の倍数プラス2で調節します。鎖編みをします。この最初の糸端を少し長めに残しておきます。途中からスタートします。この鎖は少しゆったりと編んでいきます。あれば少し太い針を使って、なければこの8号でゆったりと編んでいきます。このまま必要な数になるまで編んでいきます。必要な数の鎖を編んできました。私はここでは小さく作っていきます。1段目は細編みをしていきます。まず鎖1つ。1つも取って2つ目に細編み。この時は裏返して、この糸が盛り上がっているところ、ここに細編みをします。針から1、2、細編み。次も同じ。このまま端まで編んでいきます。端まで来ました。次は2段目。三角を作っていきます。鎖3つ。1、2、3。裏返します。鎖の隣に未完成の長編み。長編みの途中まで。糸を出して2本から引き抜いて、これで未完成の長編み。次も今度は足元1つ飛ばして2つ目。未完成の長編み。2本から引き抜きます。これで鎖3つと未完成の長編み2つ。これを一度に引き抜きます。三角ができました。鎖2つ。1、2。また三角。未完成の長編み。1、2。鎖2つ。こことここに三角。鎖2つ。三角。で
これは最後の三角。最後の三角の後に鎖1つ。最後の細編みに中長編み。中長編みは絡めて、端の細編み、2本の糸の下、糸を出して、これを一度に引き抜きます。これで中長編み2段目ができました。次は3段目。3段目はこの部位を作っていきます。鎖2つ、1、2、裏返します。下の三角に部位を作ります。長編みをします。三角にこの全部の糸の下、長編みをします。鎖1つで、また三角、これで三角に V、 また三角に V を作っていきます。これで V ができました。最後は鎖の下から1、2、ここに中長編み、鎖の上が2本、下は1本、ここに中長編み、これを一度に引き抜きます。これで中長編みができました。次はこの長編み3つ、鎖3つ、1、2、3、裏返します。で、V に長編み3つ。まず1つ目、2つ目、3つ目。これで V に長編み3つ。次も V に3つ。最後も最後は鎖の下から1、2、長編みをします。上が2本で下は1本、長編み。次はこの長編みだけ、鎖3つ、1、2、3、裏返します。すべての長編みに1つずつ。このまま端まで長編みをしていきます。5周目の終わりまで来ました。最後は鎖の1、2、3、3つ目に長編み。これで5段目が終わりました。次は6段目。6段目はこの三角。
これを繰り返していきます。三角 V、 長編み3つ、長編みだけ、これを繰り返していきます。鎖3つ、1、2、3、裏返して鎖の隣、未完成の長編み。次は1つ飛ばして2つ目、これを一度に引き抜いて三角ができました。1、2で、また三角、これを繰り返して端まで編んでいきます。次はこの V、 三角の上に V を作ります。次にここ、次にここ、これをしばらく繰り返していきます。こんな感じで繰り返してしばらく編んでいきます。28センチ編んできました。最後は長編みになっています。最後の糸端は切らずに休めています。模様の数を数えると、この長編みが1、2、3、4、5、長編みが5本。表と裏を確認します。最初の細編みを見て、表の方が表。そうするとこの長編みも表になっています。こっちが表で、この方向に置いて、ここが最初に編んだ鎖、こっちも最初に編んだ鎖、ここを合わせて、で背中の方を縫い合わせます。こっちで見ると、ここから縫い合わせます。マーカーをつけます。表を上にして半分に折りました。模様の数を数えてきちんと半分に折って、上からだいたい15センチぐらいのところにマーカーをつけます。私はこの模様1、2、3、4、5、6、7、7個の次、ここにマーカーをつけました。こっちも同じ、だいたい15センチ。次は裾からこのマーカーのところまで縫っていきます。で残していた糸端を使います。細編みと細編みを縫い合わせます。まず角と角、向こうの角はこの細編み、この2本の糸の下、向こうから針を入れます。で手前、この糸端の出ているところ、これでもう一度同じところ、この2本の糸の下、手前の2本の糸の下、これでつながりました。次からこの1つ目と2つ目の間に針を入れます。1つ目と2つ目の間、次は2つ目と3つ目の間、これを順番に、でこっちとこっち、こっち側に針を入れます。でこちら側はこっちではなくてこっち側、ここに、で順番に、まず手前から糸が出ています。向こうの1つ目と2つ目の細編みの間、この1つ目は2本の糸がちょっと狭くなっています。ここに、で2つ目、手前の1つ目と2つ目の間、ここも2本が狭くなっていますが、こことここ、こんな感じ。次はこ
ことここ、2つ目と3つ目の間、こっちも2つ目と3つ目の間、マーカーのところまで縫っていきます。マーカーのところまで来ました。最後は2本の糸の下。でもう一度しっかりとさせます。これを裏に出します。で、この糸がほどけないように留めて隠します。次は裾を編んでいきます。これは背中の部分、表が上になっています。長編みで編んでいきます。鎖3つ、足元に長編み1つ、次の鎖3つ、ここに2つ、これで4つ。次は中長編み、中長編み2つには長編み3つ。まず1つ目、次は真ん中らへん、3つ目、これで3つ。次また長編みに2つ、でこの2つに3つ、縫い合わせたところまで来ました。ここでは細編みに1つ、縫い合わせたところに1つで細編みに1つ、これぐらいの間隔で長編みをします。針を入れやすいところ、でまた続けます。ここに2つ2つ、このまま端まで編んでいきます。端まで来ました。最後は鎖の1、2、3、ここに最後の長編み、これで終わりました。鎖1つを編むようにして糸を切ります。これを針で隠します。
前の部分も同じように長編みをします。最後にボタンをつけます。ボタンをつけました。この位置は半分に折ったところから約14センチ、ここと同じぐらいになっています。それから5センチ下がってもう一つ、前は2つつけました。脇はこんな感じ。裾からだいたい9センチ、間は7センチ、これぐらいの位置につけました。つけるときにはこの模様の穴を使ってこんな感じでつけます。こんな感じ。こっちも同じようにボタンをつけました。で、これで出来上がりました。とても可愛く出来上がっています。模様も綺麗に出来上がりました。3点にボタンがついていて好きな形にアレンジできます。これは胸元、こっちは脇。これをつなげるとこんな形になります。ここが袖ぐり。それともう一つのパターンはこれを横に切る感じで、このままストールのように巻いてもいいし、このボタンを使って好きなバランスに調節することができます。とても楽しいプルオーバーが出来上がりました。サイズは上から下まで47センチ、横幅46センチ、使った糸の重さは 210g。 こんな感じになりました。最後までご視聴ありがとうございました。